時丸田中のモーニングレディオ。皆さんおはようございます。時丸です。今日は7月2日水曜日、時刻は朝の6時になります。今日も東京のホワイトボックススタジオよりお送りしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう7月ですね。早いですね。あっという間に。今日ちょっとオープニング切なめに夏の始まりって感じでね、そういう雰囲気でかけてみました。いやね、もう暑すぎてね、すごいよね。これで7月でこれですから、でも一番7月から8月にかけてぐらいが暑いのかな。梅雨の時期っていうか、だいたいこんな感じな気はしますけど、でも毎回暑さを更新しているような感じもしますね。皆さんも熱中症などには十分気をつけてください。で、前回っていうか前のラジオでその水道局からね、アナウンス来たみたいな話したと思うんですけど、それのね、アップデートが来ましたね。多分私がこのラジオで喋ったせいなのか、いやそんなことないと思いますけど、水道局からちゃんと7月1日の検針分から、今回4ヶ月の水道料金の基本料金を無償とします。もう無償としますでびっくりマークバーンついて、もう気合が感じられる。無償としますみたいな感じで。すごいよ。小口径、この辺がね、ちょっと謎なんだけど、その専門的すぎるんだけど、小口径、13、20、25ミリが対象ですっていう、これ何なのかな。小口径っていうのはその水道の蛇口のことなのか、それともその水道管のことなのか。で、蛇口というのは家の中にいくつかあるでしょうからね、お風呂場とか洗面台とかキッチンとか。だから多分、その家につながっている水道管のサイズなのかな、これね。よくわかんないですけど、エアコンの利用を控えることなく、暑さ対策を徹底してください。で、またそのエアコンに触れてんだよね、これね。水道のことじゃなくて、やっぱりエアコンについて触れてんだよな。だからそれ電気でしょっていうね、謎は深まるばかりです。毎週水曜日の朝6時から放送している時丸田中のモーニングレディオ。もうタイトルがいろいろ悩んでたんですけど、またモーニングレディオに戻ってるっていうね、結局。今日も1時間ぐらいちょっと話していきますので、作業用にぜひ聞いてください。ゆるゆるといきますんで、朝からそんなに、激しくやっちゃうと、ゆっくり行きましょう、ゆっくり。朝は。最近の話題といえば、7月5日に世界が終わるみたいな、話されてますけど、それについてちょっと私の意見を少し話しておきたいと思います。あんまり鵜呑みにしないでくださいね。これって漫画の人が書いて、7月5日がそういう災害、しかもフィリピン海と日本海の間で何かが起きるみたいな、で大きな津波に襲われるみたいなことが広まってるみたいですけど、でも気象庁がそういうのはないみたいな、デマに注意してくださいみたいなことを発表していたりとか、でもそれによって香港かな、香港から日本の発着便が減便したりとか、韓国からの観光客、団体観光客がキャンセルになったりとか、いろんな実際のレベルで、制限というか、行動が起きていたりとか。で、あとはそういうのを信じるのが好きな人たちは、山梨とかね、長野の方に一時避難しますみたいな人も出てきてるみたいですけど。で、僕もね、これね、実は去年から、気にかけていたっていうか、あるその情報筋から、時丸田中の情報筋から入ってきた情報があって、で、それはそのヒンドゥーニューイヤーチャートっていう、そのヒンドゥー教の、占星術の暦みたいなものがあるんですけど、それが、7月5日付近にそういう何か起こる予言を示しているってことを聞いたんですよね。だからもう僕去年の時点でこの情報は知っていて、で、そこにその漫画の予測みたいなものが最近入ってきて盛り上がってるなみたいな感じなんですけど、でもね、よく実際調べたらちょっと怪しいところはあって、そのヒンドゥーニューイヤーチャートがその日食の位置になって、その火星のアスペクトみたいなものを形成するっていうふうに、書いてるらしくて、で、それがその災害が起こりやすいタイミングを示していると。で、何千年とか何万年に一度の規模ぐらいのものが起きうるみたいなことが予測されているってことが誰かのブログでね、書いてたらしいですね。それは多分海外のブログだと思うんですけど、それを読んだ日本の方が、紆余曲折して僕の耳に入ってきたって感じなんですけど、やっぱりその情報っていうのは第一次情報を優先するっていうのが、重要ですね。だから僕がこうやっていろいろね、YouTube とかでベラベラ喋ってますけど、それも、結局2次3次情報になるので、やっぱり自分自身で、気象庁だったら気象庁っていうね、その公式にオフィシャルから発表された情報を取りに行くっていうのが、
まあこういう時には一番大事なんじゃないかなと思いますね。まあそれはまあ過去のね、まあ日本のまあ震災とか、そういう災害の時にも一番こう、ね、デマとかそういうものがやっぱ広まりやすいっていうのがもう分かりきってることなので、やっぱりその一時情報を取りに行くっていうのが、まあ、ミニマリズム的にはっていうか、まあそこにもだからミニマリズムの理論を適用できうるかなとは思ってますね。で、まあ結論言うと、科学的にまあ、こう認識できる範囲の中では、その2025年の7月5日に、その隕石の衝突とか、その世界的災害の予定はまあないっていうことが事実です。で、まあ NASA とか、まあその国際機関みたいなもののリスク管理、リスク一覧にもそういうものは記されていないっていうことが、登録されてないと。そういうこう天体の衝突とかっていうのはね。で、僕はそのヒンドゥーニューイヤーチャートのその日食のアスペクトみたいなものが形成されるってことを、まあ去年から聞いていたわけですけど、これもね、具体的には、まあ、つまりそのヴェーダ占星術っていう、そういうこう、ヴェーダ、そういうものがあるんですけど、そういう占星術のね、ジャンルというか種類というか、で、それがまあ、それがまあ書かれてはいるらしいんですけど、ただ実際には、その天体的には日食のアスペクトは形成しないっていう風なことが出てきましたね。7月の日食点は存在しないと。まあでもこれもちょっとよくわかんないですけどね、そのね。で、まあ天体の衝突に関しては、まあ NASA のね、監視網で、まあ、100年以内に脅威となる天体っていうのは、基本的に確認されていないと。で、これも NASA が公式に出していますね、これはね。だからそういうとこで、まあ自分が考えているのは、まあ今回の件について考えているのはそういうところです。だからまあ、よりその、なんていうか正しい情報を取りに行くとか、その情報の重要性っていうのかな。そういうことについて改めて考えましたね。で、この間もメンバーシップで、備蓄についてのね、記事を書きましたけど、まあそれはアメリカとイラン、イスラエルの、ことで、僕はもう一度備蓄について改めて考えたんですけど、まあ今回のこういうね、なんか、噂みたいな、そういうこう危機的状況が広がった時も、やっぱりなんとなく自分で備えるっていうところをまあ見直すくらいはしてもいいんじゃないかなとは思ってますね。ただあまり心配しすぎてもしょうがないっていうところはあるんで、まあこういうふうなインターネット時代だからこそ、正しい情報を自分で取りに行く力、で、情報をちゃんとマネジメントする力っていうのかな。そういうのがますます必要かなとは思っています。時村田中が今週見た風景。今週すごかったっすよ。今週はすごい風景見た。またこれ電車に乗ったんですけどね、久々にね。で、結構昼間だったんですけど、乗ったらさ、結構おばさんというか、おばさんが座ってて、で、たまたまその前に僕がこう、立ってしまったんですけど、で、そのおばさんが、こう、手にね、スマホを2つ持ってるんですよ。で、1つのスマホからは、映画が流れてて、たまたまこう見えちゃったんですけどね。映画が流れてて、で、もう1つのスマホは縦にしていて、で、こっちではゲームやってんすよね。すごい。セルフデュアルディスプレイというか、もうデュアルディスプレイを自分で作って、こっちでは映画見ながら、で、音楽ってか音聞きながら、こっちでゲームしてんすよ。いや、すごいなって思って、すごいマルチタスクを発揮してるなと思っていて、もうなんかデジタルデトックスとかデジタル断捨離とか言ってるのが恥ずかしくなるくらいに、もうデジタルを使いこなしているおばさん。これがね、今週見た風景でなかなか衝撃的なとこでしたね。いや、でもよくできるなっていうか、なんかやっぱああいうのって、その一つの、ちょっと技術でもあるんですよね、多分ね。やっぱりこう、やっぱりその集中力を切らすし、で、何もいいことはないとは思うんですけど、だからでも別に人が電車の移動中に何をしようかなんていうのは勝手なので、それぞれ好きなことをやればいいとは思うんですけど、その二つをね、映画見ながらゲームっていうのが、自分はできないなっていうか、自分は思いつきもしないなっていう感じでしたね。だからどういう感覚なのかもわからないし、だからちょっとやるべきかなって思ってるんですけど、でもスマホが基本的に2つ必要だし、で、映画とかドラマを見るってことは、ある程度電車に長く乗っておく必要がありますよね。
なんかそんな細切れ細切れ、まあ、10分とか5分とかで見てもしょうがないと思うんで、だからなるべくその長い電車に乗って映画を見ながらこっちでゲームっていうのはね、なかなかすごい風景だなっていうか光景だなと思いましたね。で、まあ話はちょっと変わるんですけど、私のその最近の趣味というか、今週の趣味はですね、バンプオブチキンっていうバンドをご存知だと思うんですけど、皆さん、まあ見てる世代の方はね。で、バンプオブチキン、まあ結構長いですよ。歴史は。で、そのバンプオブチキンの代表曲に、天体観測っていうね、曲がありますけども、その天体観測を定年退職と、定年退職として歌うっていうのが、今週の私のマイブームです。はい。これちょっとよく何言ってるかわけわかんないと思うんですけど、まあ、始めようか天体観測ってあるじゃないですか。あれ待って、始めようか定年退職っていう。なんか、これふと来たんですよね。歩いている時に、ものすごい暑い、もう灼熱の東京の中を歩いている時に、ふと降りてきたんですよ。なんか天体観測、トゥトゥ、こう、トゥ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 ってなんかそこからのこう、イントロからの流れで、で、天体観測が出てきて、なんかちょっと鼻歌混じりでこう、って気分よく歩いてたんですけど、なんか天体観測っていうことと、なぜかその定年退職っていうのが自分の中にこうグッと入ってきて、で、なんかそういう時期なのかなっていうか、そのやっぱ、バンプオブチキンさんがその天体観測を出したのが、私がちょうどもう小学校だったと思うんですよね。あれは。なんか多分、20年とか経ってるんじゃないかな。25年とか、25年とか多分経ってると思うんですよ。で、だからそのバンプオブチキンさんも割とその、まあ定年まではいかないけど、そのまあある程度その僕らと同じぐらい年を重ねてるわけですよね。同じ時代を生きてるんで。だから、その僕がその中学校だった頃からまあ25年ぐらい経って、そのなんか聞いてた人たちはそろそろ定年の時期なんじゃないかなっていうか、なんかそういう考え方になぜかなって、で、それでなんかその天体観測を定年退職っていうところで歌うっていうのが自分の中で今流行っています。まあでもなんか定年退職っていうのは結構まあ死後みたいなところあるかなと思っていて、まあ一部の大企業なんかはね、やっぱりその定年退職で定年おめでとうみたいな感じになって、卒業みたいな感じになって、で、退職金をね、もらってね、莫大な退職金をもらって、で、それで会社を辞めて、そこから老後の生活に入るみたいな感じなんでしょうけど、最近はその雇用状態というか、まあ雇用のまあ、人手不足みたいなところもあるし、どんどん高齢化が進んでいて、まあ、3人とか2人に1人はもうおっさんっていうか、そんな雰囲気のバランスになってるんで、だからその定年退職したくても定年退職できないみたいなね、なんかそういう感じがあるんじゃないかなって思っていて、65歳を過ぎても働き続けるみたいなところとか、あとはやっぱりその、なんていうか、年金制度みたいなものが、その年金だけで食っていける人がね、この世にどれだけいるかってとこで、で、それまでになんかその退職金みたいなものをがっつり貯めてればいいですけど、多分多くの人がそうではなかったりすると思うし、そうなってくると、やっぱりまあ別にその定年してもそこから働かなければいけないっていうか、65で終わらないで全然みたいな。60とか65で終わらないみたいな。で、健康寿命というかね、まあ、寿命も伸びているので、みんな働き続けると。そうなると結構その天体観測、まあ、定年退職が割と尊いものになってくると。で、ほうき星がなかなか探せないっていうか、ほうき星を探してで見事に定年退職できるかっていうのはなかなかこれはわからない、難しいと。まあそんな感じでね、バンプオブチキンの天体観測を定年退職と。これまあちょっとバンプオブチキンのファンの方には申し訳ないですけども、まあちょっとそういうふうなことが自分の中に降りてきたっていうふうな話です。では本日の一曲参りましょうか。今日の一曲は、Lady Gaga and Bruno Mars, Die with a Smile。はい、聞いていただきました。この流れで天体観測が選ばれると思ったでしょう。違うんですよ。はい。レイディー・ガガとブルーノ・マーズ。これ2024年ぐらいに、なんかデュエット曲で出してるんですけど、Die with a Smile っていうね。で、最近One OK Rock のタカがこの曲をカバーしていて、で、ものすごくそのカバーが良くてね。で、改めてそのオリジナルを聴いてみようと思って、今回選曲してみました。すごいロマンティックで、ロマンティックだけど結構破滅的っていうか、なんかこう儚い感じの歌詞で、いい曲です。すごく。タカのカバーも素晴らしいです。
本日のヨガスートラのコーナーです。はい、先週から始めました、ヨガスートラの中からランダムに1ページを選んで、そこのページのスートラを読むという風な感じです。それでは今日参りましょう。この辺をピピッ。結構中途半端なとこが来ましたね、こんなね。272ページ。プラティアハーラは心を制御するもう一つの方法である。しかしそれを習得するのは容易ではない。1年や2年の修練でそれが習得できたなどと思うのは早計である。いつでも滑り落ちる可能性がある。例えば厳格な禁欲を守ることに関心のある人は女性との間に距離を保つべきである。女性を忌避する必要はない。だが彼は彼女らと姉妹に対してするような接し方、例えば何気ない抱擁とか接吻もするべきではない。口は彼女らを姉妹と呼んでも、感覚はその行為を違った風に捉えるだろうから。ヨーガの真髄に到達するためにはこれらの予防措置を忠実に守り、その資格を獲得しなければならない。ギーターは、ヨーガは食べ過ぎる人のためにあるのではなく、全く食べない人のためにあるのでもない。ヨーガは眠りすぎる人のためにあるのではなく、全く眠らない人のためにあるものでもない。と言っている。つまり極端に走らず、程度を知れということである。難しいね、これもね。で、これプラティアハラについての説明なんですけど、で、そのね、説が、今このページの中を読んだんですけど、その説はちょっと前の方にあって、で、その一節を読むと、これ54節になってるんですけど、諸感覚がその対象から撤退し、いわば心の本質を模倣するとき、それがプラティアハーラである。これだけなんですよ、書かれてるのは。スートラに書かれてるのはこの一文だけなんですけど、それについての解釈が、先ほど私が読み上げた、プラティアハラの、心の制御っていう風な話です。で、プラティアハラっていうのはその8子則の中の、何番目かな ?6 番目かな。ヤマ、ニヤマ、アサナ、プラナヤマ、プラティアハラ、5番目か。プラティアハラ、ダラナ、ディアナ、サマディ。5番目ですね。5番目に当たるもので、で、つまり簡単に言えばその心の制御っていうことです。その集中力、瞑想とかダーラナに入っていく前の段階で、自分の感覚を、なんていうか、先鋭にさせるっていうか、で、制御しながら、あまりその感覚的にならない、周りの刺激とかを受けにくいような状態にするっていう風な、そういう訓練というか、そういう枝ですね。で、それについて、一つの例として、その禁欲の例が挙げられてるんですけど、だからその禁欲を完全にね、厳格に守るためには、なんかそういう単純な接触とかっていうものも、するべきではないっていうふうに、この本では考えられてるっていうことですね。で、多分一番最後の、文が、割とその重要で、つまりその極端に走らず程度を知れということである。だから結局そのなんか中庸を求めるっていうところは、そのヨーガの理論というか性質にあるんですよね。このギーターの中での一節を解説してますけど、だから食べ過ぎではなく、全く食べないでもないと。で、眠りすぎでもなく、全く眠らないわけでもないと。だからつまりちゃんと寝なさいと。いい感じに寝なさいと。睡眠取りなさいと。で、ちゃんと食べなさい。でも食べ過ぎず、全く食べないのもダメだと。ちゃんと自分がいい程度のバランスをとって食べなさいみたいな。そういうところでその中庸を狙いなさいと。程度を知りなさい。バランスを取りなさい。つまりヨガっていうのはバランスを取るっていうことなので、そのプラティアハラっていうのもだから感覚の制御だからといって、本当は全てをだからシャットダウンしてはいけないっていうか、すべきではないと。でもその自分のやっぱ集中力を高めることによって、いろんなその悪いストレスとかですね、悪い周りの環境みたいなものは、なるべく受けないようなトレーニングを続けていきなさいっていう風な、なんかそういうニュアンスだと私は今、捉えています。はい。これ面白いんですよ。だからこの、なんていうかな、そのスートラっていうのは、本当にその、短い一文がポンって提示されているだけで、それによっていろんな解釈をするので、その時の、その人によってももちろん全然違うし、で、その同じ人でもですね、だから自分でも、その日の気分とか、その日のその読み方とか、その文章の解釈の仕方によって、いろいろその変わってくるんですよね。だからこの結構一回きりという意味では、このラジオというか、この動画に結構ふさわしいかなと思っています。ヨガをやっている人とか学びたい人はぜひ読んでみてください。
続いてお便りコーナー。今週もたくさんのお便りをいただきありがとうございます。概要欄に貼っておりますので、そちらからお便りどしどしご応募ください。何でも OK です。恋愛相談、ミニマリズム相談、エクストリーム相談、時丸田中への質問、最近あった面白いこと、最近ハマっている替え歌、何でも送ってください。今回ね、結構ね、多かったっすね、お便りが。ちょっと前回少なかったんですけど、ちょっと今回ね、たくさん送ってくださいって言ったら結構皆さん送ってくれて、じゃあ一つ目からいきます。ラジオネーム RN さんから。おはようございます。私は充電器とモバイルバッテリー、IQ 方式を分けて持っています。最近はプラグ付きモバイルバッテリーが増え、便利だという声がよく上がりますが、どうしても移動中に充電するとなると、内蔵プラグの痛みが気になってしまいます。そのため私は薄型の QI 方式のモバイルバッテリーを採用しています。もちろん QI 方式でもプラグ付きのものもあるのですが、分厚くなることでせっかくの充電しながらスマホを使えるメリットがなくなってしまいます。このことに関して時丸さんはどうお考えになりますか？移動しながら充電するということは避けているのでしょうか？こんな性格の私が充電器とモバイルバッテリーを統合できる日は来るのでしょうかってことで、はい、モバイルバッテリーについての質問ですね。でも充電器とモバイルバッテリーの QI 方式を分けて持ってる。で、痛みが気になるから分けて持ってるってことでしょうね。これは全然いい考えだと思いますね。ただ僕はその物の数が増えるのが嫌なので、もうプラグ型のものを一つだけ持っています。はい。で、その分厚くなることでせっかくのその充電しながらスマホを使えるっていうメリットって書いてますけど、僕はね、その充電してる時にそんなにスマホを触らないようにしてますね。むしろその、なんていうか、移動している時ってずっとそのスマホを触りがちだからこそ、その充電することによってスマホをオフタイムにするっていうことです。その時間を。で、もし紙の本を持っていたら紙の本読んだりとか、相手がいたら相手と友達とかで話したりとか、で、外の風景をただぼーっと眺めて瞑想したりとか、なんかそういうことをやったりしていますね。だから僕はその移動しながら充電をすることは避けてはいないんですけど、充電している間はもう基本的に触らない。そんな感じ。あとその歩くときなんかはもうバックパックの中にこのスマホとかそのまま入れて、で、充電した状態にしておけば、もう歩いてる間に勝手に充電されてるみたいな感じになるんで、全く問題ないですね。なんかそのデジタルデトックスと一緒に考えるっていうのかな。そういう風にするとね、触らずに済むと思いますね。で、全然その統合は多分できると思うので、もしね、数が少なくしたければ試してみてください。本当に楽になりましたよ。僕はもうそのプラグ型にして、プラグ型の1万を使ってるんですけど、5000から1万にアップデートしたんですよ、この間。全然余裕ですね、それでね。続いてのお便りです。ラジオネームジャムヘイヘイさん。いつもありがとうございます。時丸さん、チャウチャウ。先ほど冷蔵庫の中のむきニンニクにカビが発生していることが分かりました。とてもショックでしたね。まさか調味料枠のむきニンニクがカビるとは想像しませんでした。それと同時に現在が梅雨の時期でカビが発生しやすいということを再認識しました。悲しいことにむきニンニクはゴミ箱に捨てました。そこでふと疑問に思ったのですが、ゴミ箱です。時丸さんのルームツアーにはゴミ箱が見当たらないのです。時丸さんは燃えるゴミや資源ゴミなどどのように管理していますかってことで、まずむきニンニクがカビたことについて、本当にそれはショックでしたね。ご愁傷様でした。カビるよね。意外とね、カビるよね。使わずに置いておくとね、なんかね。で、ゴミ箱はですね、私多分、結構昔に上げてんじゃないかな。そのゴミ箱を使わない生き方みたいな動画を。上げてないかな。あれ消してんのかな。でもゴミ箱特化じゃなくて、なんかその、部屋をクリーンに保つ方法みたいな中で、その一つの方法として、ゴミ箱を部屋に置かない、ゴミ箱を使わないってことを話したりしています。でもゴミ箱をなくしてから結構経つんですよ。ゴミ箱が私の人生からなくなりまして、もう10年以上経つかな。それ以来は、普通のスーパーとかにあるプラスチックバッグっていうかビニール袋ですね。あれを使ってます。だからゴミ箱はないんだけども、そのなんかゴミが出てきた時は、その袋にもうそのまま直接入れて、で、溜めておいて、隅っこの方にね。で、それをゴミの日に出すみたいな感じにしてますね。やっぱりそのゴミ箱っていうのは、なんかその、ゴミを捨てるための箱をわざわざ用意するっていうのがどうなのかなっていうところがあるんですよ。
だからそれがあるだけでなんかその部屋が圧迫されるじゃないですか。特に私みたいなこういう狭いね、部屋に住んでる場合は。で、一番最初にインスピレーションを受けたのは、私がフランスの、パリに行った時なんですけど、パリの街中っていうのは、多分行ったことある方わかると思うんですけど、ゴミ箱がないんですよね。ないんですけど、ゴミ箱っぽいのはあって、それはこう一つの輪っかがあって、そこにビニールの透明な、グリーンとかの袋がぶら下がってるだけなんですよね。で、これはテロ対策とか、いろいろその中にいろいろ怪しいものを捨てられないようにみたいなものもあるんですけど、あとはその回収の手間を楽にするっていうのもあるみたいで、そのゴミ収集の業者の方々がそのままもうザクッと持っていけるみたいな感じで、捨てるのも楽なんですよね。収集者に集めるのも楽だったりすると。で、なんかそれがね、なんか美しく見えたんですよ。なんかパリだったからかわかんないですけど、なんかパリの街に、その夕日とか朝日の中にそのビニール袋だけが輝いてるのが、だからパリはそのゴミ箱もおしゃれなのかと。こんなにおしゃれになるのかと。光の性質とかもね、違いますけどね。で、それからインスピレーションを受けて、で、東京に帰ってきてから、なんかそれを思い出して、ビニールだけでいいんじゃないかなってことでゴミ箱を処分した経緯ですね。それ以来ゴミ箱は全く使っていません。で、その資源ゴミとか、なんかそういうものは、なんか基本的にその東京って、その区にもよるんですけど、結構ね、燃えるんですよ。大体燃えるゴミで出せるんですよね。で、その缶とか瓶とかを分けなきゃいけないんですけど、僕はもうほとんどゴミが出ないんですよね。ペットボトルのなんかドリンクとかも飲まないし、で、家でも酒も飲まないんで、ほとんど飲まなくなってるんで、たまにビールとか1缶ぐらい出ますけど、週に1本飲んだとしても缶1つとかなんで、もう適当に玄関とかにそれを置いといて、で、ゴミの日に捨てるっていう風な感じにしています。なので、その資源用のゴミ袋とか、プラスチック用のゴミ袋とか、燃えないゴミ、燃えるゴミみたいなものを分けたりも全くしていません。だからそういう意味では、そこもかなりミニマルになってるし、簡略化されてシンプルにしています。楽です。むちゃくちゃ。手間がかかりません。ただそのスーパーのゴミ袋をなんか有料にしたね、あの政策だけがね、なんか、あれでなんか、でもほとんどもう買うことはないですね。ゴミ袋を買うこともないです。やっぱそのもらったプラスチックバッグっていうかゴミ袋で、そのまま捨てています。続いてラジオネームホットコーヒーさん。いつも動画楽しみに拝見しています。ラジオも毎週聞きながら手洗いで洗濯をしています。突然ですが、最近メガネを新調しました。マンツーマンで形などを選んでもらって、最終的には自分なりに高額、家賃よりも高い、なメガネを購入しました。考えてみたら人生初の高額な買い物でした。時丸さんが人生初の高額な買い物をした際はどんなものを購入されましたか？差し支えなければおいくらでしょうか？教えていただけたら幸いですってことで、いいですね。手洗いで洗濯してるんですか？これもすごいな、手洗いで。そしてメガネの新調おめでとうございます。はい。で、なんかいいですよね。マンツーマンでこう形とか選んでもらって、で、視力測ってレンズ入れてってね、なんか、メガネを買う体験っていうのは、なんか結構充実していますよね。なんかこうプロセスというか。もちろんめんどくさいんですけども、いつも買うときは。でもなんとなくその自分がずっと使うものでもあるし、自分のその視覚っていうのが視力と直結するものだから、なんか結構、充実した経験というか、なんかそんな感じはしますね、いつもね。で、また高いんですよね。高額ね、家賃より高いって書いてくれてますけど、いや、本当にね、高いんですよ。で、しかも最近物価高騰してるんで、余計にその、フレームもレンズもどんどん値段上がってるから、なかなか高い。で、人生初の高額な買い物。これなんでしょうね。なんか、時代によって変わると思っていて、なんかほら、10代の頃、20代の頃、30代の頃って、一番最初に買うものって、多分小学校で、そのなんか、お小遣いをもらってますみたいな時期とかだったら、なんか5000円とか1万円のものでも高額じゃないですか。なんかそれを入れると、どうなるかみたいな話も出てくるし、でもそれを、でもそこまで遡るとちょっとあれなんで、なんか自分の話で言うと、やっぱギターでしょうね。ギターが一番高額でしたね、一番最初は多分。
で、まあいろいろ安いギターから、中庸なギターから、そして高いギターっていうふうないろいろ使ってきたんですけど、一番最初に本物みたいなものを買ったのは、ジャクソンっていうメーカーのランディ V っていうね、ギターがあるんですけど、それが当時いくらだったかな。でも24万とか30万いかなかったと思うんですけど、そんな感じですね。それを19とか18とか19とか、学生の頃にバイトでお金貯めて買いましたね。なかなかワクワクしましたよ。20数万でしたけど、自分でこうお金を貯めてね、買うっていう経験は、多分それが一番大きかったかな、一番最初は。で、その後車とか買ってますけど、ギターはやっぱりその時ジャクソンのそのランディ V っていうか、なんて言ったかな、あれ。ジャクソンの、ジャクソンっていうギターメーカーがあるんですけど、アメリカのね、アメリカ製の。で、ランディ V っていう普通のそのフライング V とはちょっと違っていて形が。で、悪いギターなんで、見た目がめちゃくちゃ悪いんですよ。いわゆるその、革ジャンで、ロン毛でハードロックとかヘビーメタルの人たちが使うような、なんて言うんだろう。ランディ・ローズっていうね、ギタリストがいるんですけど、その人が使っていた片方の羽が短い、ギターがあって、で、私が好きな、その時好きだった、チルドレン・オブ・ボドムっていうね、メロディックヘビーメタルバンドがいるんですけど、で、そのボーカルのアレキシ・ライホって人が使っていて、で、それでしたね。もうずっともう僕のヒーローというか、もちろんそのオリジナルのランディ・ローズっていうね、ギタリストもものすごく好きで、で、オジー・オズボーンに一時期在籍していて、で、ランディは飛行機事故で死んじゃったんですけど、なんかその彼が使っていたギター、同じモデルを使っていましたね。それが一番高かったかな。音楽の話すると長くなっちゃうんで、これくらいで。ラジオネーム、レオナルド・ダ・ヴィンチさんから。すごい、歴史上の人物からお便り来てるわ。レオナルド・ダ・ヴィンチさんから。はい、時丸さんおはようございます。私は物が少ないドケチな大学生です。最近、ついに手洗いを始めました。今までは洗濯物がある程度溜まったらコインランドリーに行くという生活を送っていました。しかし、ある時、服を2着に減らして毎日手洗いをすれば無駄がなくお金もかからないことに気づいてしまったのです。手洗い洗濯は時間効率が悪いとよく言いますが、1日の汚れを自分で洗い落とすというのが大変気持ちの良いものです。半月以上この生活を送っていますが、非常にミニマルで快適です。時丸さんが洗濯機を使い続けているのには何かこだわりがありますか？今までの洗濯エピソードを教えていただけたら嬉しいですってことで、ありがとうございます、レオナルドさん。もう手洗いが続いてますね。さっきのホットコーヒーさんもさ、手洗いしててさ、で、このダヴィンチさんも、手洗いを始めたと。なんか手洗いブームが来てますね、なんかね。で、服を2着に減らして毎日手洗いで無駄なく、素晴らしいですね。で、一日の汚れをやっぱりその自分で洗い落とす感覚が気持ちいいっていうのは、これはすごくわかります。で、自分も手洗いしてた時期もあるし、で、旅行とかね、旅の時なんかはたまに手洗いでやることあるんで、ちゃちゃっと洗ってね、最後に干すっていうね、なんか、行為っていうのは確かに、結構マインドフルネスというか、やっぱその自分でこう手を動かしてね、なんかめんどくさいとかって言いますけど、そんな時間もかかんないし、むしろそれを楽しむぐらいの余裕みたいなものを人生の中で持つっていうのは、素晴らしいことかなと思いますよ。で、自分がその洗濯機を使い続けているこだわりとかっていう話ですけど、なんかね、自分も、よくミニマリストといえば、ドラム式洗濯機みたいなやつあるじゃないですか。で、手間がかかりませんとか、それを買うのが一番もう幸せになりますみたいな。もう時短の最強アイテムですみたいな話ありますけど、まずね、そのドラム式乾燥機は、もちろんその洗濯してそのまま乾燥できるっていうメリットがあったりとか、良さはもちろんわかるんですよ。ただ、重くて高いっていうのがまずありますよね。で、さらに私が使っているのは結構そのウール製品が多かったりするので、やっぱり山ギアっていうかな、そういうハイキングギアとか多いんで、そうなってくると、その乾燥にかけられないものなんですよね。で、自然乾燥の方が圧倒的に長持ちするので、服が。だから僕はそういう意味で、そのドラム式のものではなくて、普通の洗濯機を使っていると。で、安いっていうのもあります。で、もう一つはそのこだわりとしては、このタイプっていうか、今のこの無印のタイプなんですけど、たまにね、映って出てくる。で、あれは、やっぱり普通のこういう洗濯機って2万円とか3万円とかで買えるじゃないですか。
で、そのドラム式っていうのは多分19万、20万近くしますよね。で、その費用対効果を考えた時に、で、僕はその同じ場所にずっと留まるっていうことがほとんどないんですよ。で、東京に来てもものすごく引っ越しをしているし、だいたい2年とか3年ごとぐらいに転々としているし、で、これからは東京だけじゃなくてもしかしたら地方とか、なんかその移住とか、で、ノマド的なスタイルで、暮らしていこうとは思ってるんで、なんかそのずっと同じものを運び続けるみたいな思想がないんですよね。だからそれが結局このワンバックワンライフの思想につながっていて、だから簡単に言えばその何でもいいっちゃいいんですよ。選択ができれば。で、安ければ。で、その時一時的に使えれば。マットレスとかもそうですけど、そのバックパックに収まるものはそういう意味では、その長く自分が持ち運びたいもの、長く使い続けたいものを選ぶんですけど、なんか家にあるものっていうのかな。そういうものはちょっとホームカテゴリーとして、インフラとして捉えてるんですよね。だから何でもいいっちゃいいっていう感じ。ちゃんとある程度の年数使えればね。そういうわけで、この洗濯機を使っていると。で、だから乾燥は僕はいらなくて、で、干すのもね、この方もほら、で、干すのもね、ダヴィンチさんもその2着って書いてますけど、僕もその2着しかないんで、基本的にこれともう一つと。で、あとヨガ練習着が2着。だから合計今 T シャツ4枚なんで、なんか、基本的に毎日洗濯するんですけど、洗濯する分量というのはものすごく少ないです。で、合わせて、だからそのタオルとか、枕カバーみたいなものとかを洗濯したりはするんで、なんとなく、分量は出てくるんですけど、でもそれでも一番最低の、15リットルとかの水で、洗濯できるような分量になります。で、いつもスピードモードみたいなやつでやるんで、15分とか20分かからないぐらい。だから、全くね、手間がないんですよね。で、もちろんそれを手洗いにすることはできるんですけど、手洗いにすると今度、やっぱそれもちょっとハイキングギア的なところがあって、例えばなんていうんだ、シュラフとかを手洗いするのって結構難しかったりしたりとか、あとはどうしてもやっぱシーツとかね、リネン系ですよね。そういうものを、大きいものをちょっと洗えないっていうのがあるので、僕はちょっと洗濯機は欲しいなと思っていて、やっぱりランドリーライフっていうか、ランドリー生活をしていた時期も実はあります。で、それはシェアハウスをしていた時期と、で、そもそもマンションの中にランドリースペースがあるようなマンションに住んでいた時。だから部屋の中に洗濯機を置けない構造になっているマンションがあるんですけど、東京にはよくね。で、そういうとこに住んでた時は、だから1階とかなんかフロアに洗濯スペースがあって、そこに自分で洗濯をしに行くっていう風な感じをしていたんですけど、だからそういうとこに住んでいた時は、やっぱりほら、自分が洗濯したい時にできないっていうのが結構ね、自分の中でストレスになるんですよね。で、なんていうかな、自分は洗濯をしたい時にしたいんですよ。で、なぜなら、数が少ないからこそ、このタイミングで洗濯しないと、次の明日のこの時間までに着れないっていうのが判明する時があって。で、それはだから夜だけじゃなくて、結構寝る前に回したりもするし、で、朝起きてすぐ回したりもするし、そうなった時に、自分のやっぱり部屋に洗濯機があるっていうのが一番便利なんですよね。で、手洗いができればそれで手洗いでやればいいとは思うんですけど、それよりも、そこの手洗いの時間部分は、節約っていうか、削減して、機械に任せているっていうふうな考え方ですね。なかなか洗濯機問題ね、難しいよね、これね。最近はでも東京なんかではランドリースペースとカフェが併設されているような店舗が増えてきたりしていて、結構みんなそこで作業しながら洗濯をしたりとか、なんかその洗濯ついでに、なんかコミュニケーション取ったりとか、ミーティングやったりとかっていうね、なんかそういうとこどんどん増えてますね。だからなんかそういう意味では、意外とインフラの外部化みたいなものが結構進んでいるような気はします。世間的には。続いて、ラジオネーム、植物系のリバウンドをした女さんから。以前もいただいてますね。結構インパクトのあるラジオネームで、覚えてます。質問です。時丸さんは物の満足感についてどのように考えていますかと。私は2年前までミニマリズムでしたが、ここ2年で洋服と植物に目覚めました。その結果、機能性だけでなく満足感を意識するようになりました。例えば服なら、着心地などの機能性だけではなく、鏡の前で見たとき、あるいは自分が着ていると思ったときの満足感を意識して服を選ぶようになりました。その結果、最近は着心地が悪くても気分が上がる服を
着る日と、気分は上がらないけど着心地が良い服を着る日があります。物の満足感について時丸さんはどのように考えていらっしゃいますでしょうかってことで、非常に面白いお便りですね。ここ最近なんか洋服と植物に目覚めて、なんかいいですね。そのなんか有機的な感じで、植物と洋服と植物っていうね、なんかそういうカフェを開きたいですね。洋服と植物っていう、なんかお店をね、お店の名前になりそうな感じ。で、その結果として、その最近はその着心地が悪いけど気分が上がる服と、気分は上がらないけど着心地が良い服を着る日があると。これ難しいし、結構哲学的ですね、これね。自分はでもどうしてもその着心地が良くて気分が上がる服を選んじゃうんですよね。なんかちょっと前はやっぱその、ブランドの服とか着てた時は、なんかちょっと着心地悪いけど、このなんか気分上がるから着るかみたいなものはありましたけど、それがだんだんもうこういう感じの、なんか常になんていうかな。その辺近所を散歩してるおっさんみたいなね、まさにね。なんかこう、もうなんか、山とかにそのまま行けるような、ランニングっていうか、運動着ですよね。もうつまりね、運動着。もうなんかスポーツウェアみたいな感じになりましたね、なんかね。でもやっぱそのスポーツウェアの中でも、そのなんかそのやっぱデザインとか機能性とか、千差万別でいろいろあって、で、やっぱその気分が上がるウェア、で、かつ機能的みたいなものはあるので、そこの落としどころを探るようにしています。そういうものが、ワードローブ紹介とかね、そういうもので紹介しているものになるんですけど、で、そこから派生して、この物の満足感について、どう考えていますかってことなんですけど、やっぱその物の満足感っていうのは、この、植物系のリバウンドしたオーナーさんが書いてくれてるように、そのいろんな側面があると思っていて、その満足感っていうのはなんかいろんな、こう、アスペクトがあると思うんですよね。見方が。なんか、安くで買えたっていうことが満足する時もあるし、で、逆にその、私はこれを高くで買ったんだみたいな、そのお金を出したことに価値があるみたいな、ような満足感もあるだろうし、それこうね、ハイブランドのものをね、買ったとかね。あとはそのなんとなく買ったけど、ものすごくそのシルエットとか素材感とかが自分にフィットして、毎日着ていて気持ちいい。そういうなんかじわっとくるような満足感みたいなものがあったりとか。だからそんないろんなその満足感がやっぱりある中で、やっぱ自分が、やっぱ心地いいっていうか、そういうところを無意識的に探してるような気はします。で、それは物によって、結構いろいろ違いがあるので、一概にはどういうものっていうふうには言えないんですけど、だからその満足感をちょっと分解して考えるっていうのかな。自分はどういうところに満足しているのかみたいなものを考えてみると、よりね、なんかそのものに対する考え方とか、本当にこれが必要なのかなとか、そういうものが、見えてきたりもしますね。考えさせられるお便り、ありがとうございます。じゃあお便り最後です。怠け者さんから、ラジオネーム。怠け者で、うがちっちゃいのよ。怠け者さん。発音が難しい、結構。時丸さんはじめまして。去年の9月にぎっくり腰になり、ベッドでもがきながら、偶然時丸さんを発見して、そこから物を減らし始め、半分になりました。ぎっくり腰対策も兼ねて、アシュタンガヨガを始め9ヶ月。心身ともに調子が良く、時丸さんのおかげと感謝しております。本当にありがとうございます。ってことで、感謝のお便り、嬉しいです。ありがとうございます。去年の9月にぎっくり腰になって、僕もね、この間やってるんで、ぎっくり腰友達ですね。で、そこから物を減らして、で、さらに、アシュタンガを始めてる、この人は。で、心身ともに調子が良いと。いや、素晴らしいですね。いや、全然その怠け者じゃないじゃないですかっていうね。ラジオネーム怠け者なのに、全然怠け者じゃない。もう、物半分まで減らして、アシュタンガヨガやって、で、調子いいと。最高っすね、これね。いや、こういう報告を聞けると、なんか自分もね、こういうふざけながら、ミニマリズムとか、アシュタンガヨガの話とかね、もう飽きるほど聞いてね、もうヨガとかいいよみたいにね、思ってる方もいると思いますけど。いや、本当にこういう話を聞くと勇気づけられます。ありがとうございます。はい、今週のお便りは以上です。また来週もね、どしどしご応募ください。じゃあ続いて、コメント読み上げ、ちょっとやっていきます。ちょっと今日はお便りが多かったので、コメントを短めに。30代独身男の日常の動画で、あつしさん、ご本人から、人間お疲れ様でしたっていうコメントいただきました。これは非常に嬉しかったです。あつしさん、ありがとうございます。本物からね、やっぱ人間お疲れ様でしたって言われるとね、やっぱ僕ももっと人間やっていかないとなっていうね、そういう気持ちになってますね、今ね。
今週も人間をやっていきます。I always wanted to have this setup. The floor is all the basic furniture and the bed, the table and the seat. マットレス生活で、こういうセットアップが欲しかったんだと。フロアベーシックで、ベーシックな家具、ベーシックなベッド、テーブル、そしてシート。最近結構英語のあれも多いですね。コメントもね。アナリティクス的にはアメリカとヨーロッパとみたいなところが半々ですけど、見られてるのは。またディスカバリーチャンネルのパロディよろしくお願いしますっていうね、鳥さんからいただいてますね。いや、そうね、なんかやろうと思ってんですよ。ちょっと、もうそろそろやんなきゃなっていうか、なんか自分の中でそういうのが出てきていて、実はちょうどね、この間そういうことを思ってた時期だったんですよね。また近々やるかもしれません。質問失礼します。もし車を買うとしたら何を買いますかってことで、じゅんぐりさんからいただいてるんですけど、車何買おうかな。ベントレーか、ポルシェか、アストンマーティンとか、ですかね。私がもし買うとしたらね。本当はロールスロイスとか、そういう、やっぱり、そういうものが似合うかなって感じはするし、あとはローバーのレンジっていうか、レンジローバー、イギリスの上流階級の時丸田中みたいなところもあるので、っていう、そういう風なところ言いたいところですけども、なんだろうね、何買うかな。僕乗ってたのがマツダなんですよ。マツダの車に一番最初乗ったんですよね。ロードスターっていう2シーターのスポーツカーなんですけど、あれを一番最初に乗ったんですよね。20歳になったぐらいかな。あれも学生の頃だったんですけど、もうボロッボロのね、もう中古を買って、いきなり最初がそれだったんで、なんか、それからどんどん進化しているんで、ロードスターのしかも僕が乗ってたのは NA っていう初期のタイプだったので、なんかね、またもし車生活やるんだったら、ロードスターとか、ああいうちょっと小回りの利く小さなミニマルな車っていうのかな、コンパクトな車、遊び心がある車、走って楽しい車みたいなものを、買うでしょうね。買う予定はないんでね、なかなかあれですけど。もしかしたらこのじゅんぐりさんは何か最近車を買おうとしてるんでしょうかね。もしその買いたい車があるんだったら教えてくださいね。で、物を買わなくなる3つの考え方で、また偶然ね、車関係の話で、まさに今車を所有しているのですが、維持管理費や精神的なストレスなどが多大で、自分の見丈には合ってないなと再認識しているところです。失敗と捉えるのではなくて、迎え入れたは手放したものに対して自分がどう感じるかを認識できる、確認できるところがミニマリズムのいいところだと思っています。ということでね。だから車を所有してるけど、結構維持が大変でストレスが多大ですと。で、そういうのを再認識している最中だ。そう、だから失敗と捉えるんじゃなくて、やっぱやってみて分かることってありますからね。だからこの方も、やっぱ車持ってみて、その大変さみたいなのが分かってっていうことで、だからそれは車を持たないと分かんないことだっただろうし、で、車を持つことでやっぱりその行動範囲って広がるので、やっぱ明らかにその人生の体験とか経験って広がるんですよ。で、自分自身もそれはもう分かってて、だから僕はその全部やってきた上で、こういう風なスタイルになってるんで、なんか車持ってる時は持ってる時でむちゃくちゃ楽しかったし、いろんなところに行けたし、で、もちろんその危ない目にあったりとかね、もう雪の中でスリップしながら、何回事故りそうになったかみたいなことがあったりとか、で、実際に、追突事故を起こしたこともありますしね。だからそういう経験っていうのがやっぱり全て、大事だなっていうか、で、そういうのを全部含めて考えて、持たないっていう選択を今していると。で、これからまた車持つみたいな生活にもしかしたら入るかもしれないし、だからそれはね、でも一回持ったからこそわかるんですよ。またその次自分が、これは持った方がいいなっていう場所とか、フェーズだっていうのが、なんか、これが多分一度も経験してなくて、40とか近くになって初めて免許取って、これから車乗りますってなかなか多分できないと思うんですよね。だから20代の頃っていうか10代の頃からね、免許取って、で、実際に自分で買って、自腹で。で、実際に好きな車に乗るっていうのが、なんかそういう経験をすることによって、また新たな選択肢が出てくるんで、やっぱ経験あってこそのっていうか、あってこそのミニマリズムでしょうね、多分ね。前回のラジオで、マウントハーゲンオーガニックフェアトレードインスタントコーヒーはどうでしょうか。味もデザインも洗練されてて、とても時丸さんっぽいと思うのですがっていうね。いや、なんかこれはね、ちょっとね、気になりますね。マウントハーゲンオーガニックフェアトレード。
で、まあ自分がね、なんかスーパーにも結構売ってるのを見かけてて、で、結構ね、いい値段するんですよね。ちょっと一回試してみてはいいかなって思ってるんですけど、なんか私最近そのゴールドブレンドをちょっとプレゼントでいただいてしまって、今ね、ネスカフェのハーフと、で、普通のスタンダードなゴールドブレンドが2つあって、今ちょっとね、ネスカフェがダブついてます。はい。なんで、他のコーヒーもね、いろいろその UCC とかも試したいんですけど、なかなかネスカフェから逃れられなさそうです。しばらくは。トビーさんから、いつも動画投稿ありがとうございます。時丸さんが少年時代に憧れていた仕事って何ですか？もしあれば理由など知りたいです。いきなりの質問で申し訳ないです。これからも応援してますってことで、なんだろうね、少年時代に憧れていた仕事。で、まずその少年時代がいつなのかっていう。うん。10歳、10歳なのかな？ 10 代の頃ってことか。10代の頃はいろいろね、変遷していましたよ。で、よくほら、小学校とかだとさ、その将来の夢とかなんか作文に書かせられるじゃないですか。なんかあれが、なんかもう夢とかないよって感じだったね。だから昔から僕はその今を生きてたんで結構。うん。だからそのなんか将来のこととか考えてこなかったんですよね。でもなんとなくそういうこう圧力っていうか、があるじゃないですか。なんか将来の夢を持たなきゃいけないみたいな。そういう圧力に流されてですね、いろんな夢をでっち上げて、いろんなことを書いてました。で、多分小学校の頃に書いた作文は、一つはプロゴルファー。で、もう一つはアングラー。これ釣りですね。釣りの名人。で、あとは、囲碁。囲碁のプロ。プロの囲碁師っていうのかな。将棋士じゃなくて囲碁の人。で、あとは、カーペンターっていうか、大工ね。大工さん。で、だんだんその、10代が終わりにかけて音楽が入り始めた頃はなんかそのミュージシャンみたいになりましたけど、そのなんかちょっと小学校の頃とかのその少年時代の夢ってもう全くわけわかんないんですよ。で、これって、でも、今考えてみると、すべて、漫画とかコンテンツからの影響で僕はそれを発信してるんですよね、多分。そのゴルフは、その時、小学校の頃教わってやってたんですよ。だからゴルフは、その当時、いろいろ、その先生とかに教えてもらって、ゴルフをやってたんで、それでそのゴルフの楽しさに目覚めたのが、ちょっと早かったんですけど、だから小学校で目覚めてゴルフに。で、そこでプロゴルファーっていうのは書いてたりとか、で、大工っていうのはもう本当にもう何もわかんないけど、なんかその大工っていうなんかその家を作るっていうのかな、なんかクリエイティブしたいみたいなものが多分あったんでしょうね、欲求がね。で、それで書いてたりとか。で、アングラーはさ、完全にそのほら、当時ってそのブラックバスとかね、バス釣りナンバーワンとか、糸井重里のバス釣りナンバーワンとかいろんなゲームがあったりとか、あとその、もう漫画のタイトル忘れたけど、そのブラックバスを釣る漫画があったんですよ。で、そういうものからの影響で釣りを始めて、で、実際にそのプロの釣り師になりたいって考えてた時期があったりとか、囲碁に関してはもう完全にヒカルの碁ですね、これね。ヒカルの碁っていう漫画がジャンプだったから、多分連載されていたと思うんですけど、だからなんか、ものすごくその影響を受けやすいんでしょうね、周りのものにね。で、いろんな影響を受けてここまで来て、今こういう感じになってると。無職の、何もしないね、ミニマリスト、みたいな感じの生活。もうほぼほぼ老後みたいな感じですけど、そういう感じになってると。全然何も叶ってないよね。何も叶ってないけど、でも、なんか、何も叶ってないけど、でもなんかその全てがごちゃっとして、なるようになってんだみたいな。なんかエッセンスはあるよ。だからやろうと思えばっていうか、まあだから釣りも好きだし、囲碁はもうやらなくなったけど、でも一時期やってましたね、ハマってね。最近はオセロの方が好きだけどね。チナさんがね。時丸さんこんばんは。リアタイできなくてタイムフリーで聞きました。高田純次さん面白いですよね。テレビでショルダーバッグを持った純ちゃんがいろんな場所を散歩する番組があります。時丸さんも時丸散歩の番組をお願いしますってことで、これもね、実はね、ちょっとね、アイデアの中にはあるんですよ。うん。まあ、自分のその、やりたいことっていうか、その、動画のなんかネタリストみたいなのがあって、で、そこにね、一つね、時散歩ってのを書いてるんですけど、で、これは自分が散歩しながら、もう適当に散歩しながら、その散歩の中で、いろいろ喋っていくみたいな。まだ作れてないですけどね、いつかやるかもしれないです。いつもワンコの散歩しながら、ながら聞きしてすみませんでした。なるべく動画だとしても時丸さんと画面越しでも向き合わないといけないと反省しています。でも声良いからラジオ感覚でも聞きたいのはやめられない。水曜日のラジオ放送最高です。これからもぜひ続けてくださいってことで、嬉しいお言葉ありがとうございます。リュウさん。
ワンコの散歩しながら聞いていたのを謝ってますけど、全然謝らなくていいですよ。むしろワンコの散歩とともに、私のラジオを聞いてくださって、光栄です。マイナンバーカードが iPhone に登録できるようになり、財布のミニマム化に成功しました。時丸さんが今後デジタル化してほしいものやことがあれば教えてほしいですってことで、いただいてますね。オスカーさんから。ね、マイナンバーカードが iPhone に登録されるようになってね、いいですよね。で、あと免許証も統合されて、あと保険証も入るんで、もうね、ほとんどね、カードいらないですよね。うん。だから、なんか、まあでも、やっぱりその物理的に出さなきゃいけないってことがあるんで、ちょっと面倒ですけど、まあでも、まあ今後ますますデジタル化は進んでいくでしょう。で、まあ自分自身がその、今後ね、このまあ質問でデジタル化してほしいものやことがあれば教えてほしいって書いてますけど、もういいかなって感じしますね、なんかね。うん、もうないんじゃないかなっていう。うん、ネスカフェのデジタル版作ってほしいですけど、まあでもその食べ物っていうのはどうしても最後までデジタル化し得ないもので、だからこそその人間性が残るっていうのかな。この間久々に私、写真家の友人とね、そういう話をしてたんですけど、やっぱりその視覚っていうか、その目で見えるものっていうのは結構デジタル化されうるとこですけど、で、あと AI が入ってきていろんなものでね、AI に代替される部分ではあるとは思うんですけど、やっぱり人間、まあ、食事とか、触覚とか、食べるっていうこと、食べる楽しみっていうこと、そういうものは、やっぱりその人間だからこそできると。で、まあデジタル的に今プリンティング技術があるんで、そのまあフードプリンティングみたいなもので、で、ステーキの味がするなんか小さい物質みたいな、グミみたいなものとか、なんかそういうものが開発されることはありますけど、あると思いますけど、やっぱね、そこ、まあやっぱ食の部分だけはね、もう密接に関わってくるんで、まあ体がある以上、やっぱその辺は消えないかなとは思いますね。うん、本当にもうマトリックスの世界みたいに、ね、なってるからね、本当ね。タカさんから、時丸さんの物量が私の理想です。真、元の再認識になります。まあ、真とまあ源っていう感じですね。質問です。時丸さんは写真展、個展はされていますか？時丸さんが撮る写真を見てみたいと思っております。ってことで、個展はですね、個展と写真展は過去に数回やってます。はい。グループ展何回かやってたりとか、あと個展もやってます。もう10年以上前かな。新宿の方のギャラリーで、開催させてもらったんですけど。で、最近はですね、まあちょっと本は作るかもしれないんですけど、ちょっと個展はあんまり考えてないですね、正直ね。まあでもちょっとわからないです。まあ自分が今後どういうふうに活動していくのかとか、どういう作品を作るかによって、写真展みたいなものをやっていきたいなっていう気持ちが出てくるかもしれないし、まあ今週ちょうどね、若手のね、まあ知り合いの写真家の個展にお邪魔したんですけど、やっぱり写真いいなってね、改めてそういう個展に行くたびに思いますね。うん。まあいくらその動画とかバーチャルな感じが発達しようとしても、そのやっぱ一枚の力っていうのかな、まあプリントされた物質性みたいな、写真のアウラみたいなものっていうのは宿っているんで、なんかそれはそれでも一つの古典的ジャンルとしてね、なんか、まあ、やっぱ一つの芸術として、こう写真の良さっていうのか、写真の良さっていうのは多分今後もね、続いていくんだろうなっては思いますね。なんかね、いくらこうメディアが発達しても。まあ、なんでちょっとね、個展開催は予定はないんですけど、うん、まあ、ある時はもちろん、YouTube でもお知らせします。はい。いつも楽しみにしています。私も持ち物整理をして、例えばペン1本しか持っていないのですが、昨日その1本を遠方で乗ったバスに置き忘れてしまいました。不注意傾向があるので、記名までしていたのに。物が少ないとなくし物をしなくなると思っていたのに、と反省です。時丸さんは物を減らしてからなくし物をしたことはありますか？部屋の中ではなくしようがない気もしますがってね。残念でしたね。ペンなくしちゃって。まあよくね、ありますよね、これね。バスの中とかさ。これ忘れやすいんですよ。で、まあ僕はもう最近はほとんどないんですけど、昔は結構あります。スケートボードを電車の中に置き忘れて、で、もう回収できなかったことがありますね。なんか落とし物としても届いてないみたいな感じに言われて、まあ多分もう誰かに持ってかれたんでしょうけど、最近は本当になくしてない。何も。もう65個しかないんで、なくしようが本当にないですね。うん。ただやっぱりその置き忘れみたいなものは、どうしてもね、あると思う。だから部屋の中でなくすことはないけど、外でなくすっていうのはもうあり得るので、なのでそこはもうまあ十分注意していきましょう。めっちゃ押されと思ったら西村徹監督いたっていうね。うん。デトックスミミさんから。ありがとうございます。ちゃんと突っ込んでくれて嬉しいです。はい。
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれませんってね。全裸監督の、はい、西村監督、西村徹監督。これ去年かな、去年あげたある冬の日のアシュタンガヨガフルプライマリーの練習風景っていう、私がそのノーカットで自分のアシュタンガヨガの練習を上げてる動画があるんですけど、これにね、最近スーパーサンクスいただいてますね。ES さんから、S さんから。ありがとうございます、本当に。これちょっともう1年以上前なんで、今見たらものすごい全然できてなくて恥ずかしいんですけども、一応残してるんで、アシュタンガヨガがどういうものかっていうのを知りたい方はぜひ、見てみてください。1時間20分ぐらいかな、多分な。それくらいの、全部のアシュタンガヨガの全貌をね、載せてるんで。ヒアネスの NU ジャケットのレビューで、主人公の男、時の丸は、2年前にたった一人の最愛の妹を何者かに殺された。3ヶ月後、逮捕された殺人犯は、重度のうつ病を抱えた上院議員の息子だった。警察は責任能力なしと判断し、すぐに釈放した。ある日、時の丸は見つけてしまった。妹を殺した男の毎日何不自由なく有意義な生活を送っている写真が載せられた SNS を、上院議員の親が、医者と警察に賄賂を払ったかどうかは定かではないが、重度のうつ病の診断はそういうことだろう。時丸は決心した。妹の仇を取るために、彼は今動き出す。すごいのよ。ジャケットの着方が映画の見出しみたいだから想像ストーリー書いたよって、もう想像力がありすぎ。アメイジングさん。ありがとうございます。はい。素晴らしい想像力を。時の丸がね、2年前に、いや、すごいとこから始まるな、物語は。物語はいつも突然だぜ、本当に。物語はきっと不安定。もう30日間のミニマリズムゲームのコメントで、ネズミさんクッキーさんが、この動画の11分くらいの他に23時間49分、時丸さんが何をしているのか気になっています。今度泊まりに行きますってことで。いやね、この動画の撮影以外はね、結構ね、いろいろやってるんですけど、編集したりとかね、でも大体、ヨガやって運動してみたいな感じですね。で、食事してみたいな。だからもう、それでほぼ終わっちゃうんですよね、一日が。で、その洗濯とかさ、家事とかいろいろやってると、大体終わりますよね。最近ちょっとインプットの時間があまり取れてないなと思うんですけど、自分の中で。ちょっと今度私の24時間を、ちょっと定点カメラで、撮ってみますかね。それをちょっと考えてます。はい。多分ね、何もしてなくて皆さんびっくりすると思います。ほんとこいつ何もしてねえ。ほんとこいつ何もしてねえじゃんって。仕事してねえじゃんこいつ何もって。本当に何もしていません。はい。I tried one item per day for a while. It went well till I got lazy. No race, no competition for having a minimalist lifestyle. Everyone should take heart his pace to get there. It is harder than you think. It takes a lot of discipline and patience to simplify life.1日1個減らすって方をずっと続けていましたと。でも怠けてしまいましたとね。ミニマリストのライフスタイルを実現するためは、競争でもなく、で、誰もが自分のペースでそこに到達すべきだと。それはやっぱり思っているよりも難しいとね。生活をシンプルにするためには多くの規律と忍耐が必要ですっていうね。discipline and patience っていうね。確かに。そうね。やっぱり、なかなかね、生活をシンプルにするのって難しいんですよね。だからこの、30日間の実験っていうのは結構やっぱりどれだけやっぱ自分に忍耐と規律が必要なのかっていうのを、実感するような、実験ですね、これはね。だから実はゲームに見せかけて、簡単なゲームに見せかけて、ものすごく深い意味があるっていうのが、そこに気づくことになりますよね、多分やると。トライした方はいますでしょうか。はい、ということで時間になりましたので今日はこれくらいにしたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。そしてまたいつも動画ご視聴いただきありがとうございます。また来週ラジオ放送しますので、ぜひ聞いてください。皆様も良い水曜日を、良い一日をお過ごしください。それではまた次回の放送で。